ファイアーエンブレム風化す月とは魅力的なキャラクターたちを仲間にし育てる RPG の要素と戦術を立てて戦うシミュレーションを融合させた RPG シミュレーションゲームファイアーエンブレムシリーズの作品である。ファイアーエンブレム風化す月の特徴はカスタマイズ性の高い幅広い育成システムである。そのカスタマイズ性の高すぎる育成システムによって逆にどう育成すればいいかわからないという方におすすめの育成方針を説明していこうと思います。ファイアーエンブレム風化す月、男主人公ベレトならこう育てろ、ベレト育成講座。ファイアーエンブレム風化す月の主人公ベレトは士官学校に来る前は父の傭兵団で表情一つ変えずに戦う姿から灰色の悪魔と呼ばれていたという。父ジェラルトに作られた悲しきバトルマシーン。ステータスの成長率はどの能力も平均的に高く、得意技能は剣格闘式と進行が才能開花できる。苦手技能がないことからどの兵士でもなることができる。しかし精度と違い技能を上げるためには散策で行動力を消費しなければならない。主人公には専用職があり、その名もニルバーナ。ニルバーナとはサンスクリット語で日本語にすると涅槃。涅槃とは悟りの境地という意味であり、灰色の悪魔と呼ばれていた頃を考えると大出世である。いや、もしかしたらただの開き直りかもしれない。と、そんなことより説明したいのがニルバーナの兵士性能である。ニルバーナにはエピソード11からクラスチェンジできるようになり、この時期になれるクラスにしては非常に高性能となっている。主人公の得意技能全てに経験値ボーナスが入る上、しかも兵士スキルに剣の達人を持っており、天帝の剣がメイン武器の主人公にはもってこいの至れり尽くせりな性能となっている。と思いきやそうでもない。実際にはニルバーナの高い成長率補正が魔力に配分されてしまっており、物理魔法の二刀流ができてええやんと思いきや、主人公が覚える魔法がそんなに強くない、むしろ弱い。そして何より速さに補正がかからないのが痛い。ファイアーエンブレムにおいて速さとは攻撃するとき、されるとき両方に関わる重要なステータス。そこに補正がかからないくせに別になくてもいい魔力に補正がかかる嫌がらせかと思える成長率補正。しかも固有スキルも剣の達人はいいが、もう一つの地形耐性がまあ使えない。あってもなくてもいい。いや、なくていい。おそらく足の裏だけ悟りの境地に至ってしまったのだろうと。主人公専用職にもかかわらず微妙な性能。よく言えば万能、悪く言えば器用貧乏と文句が止まらない。しかしニルバーナを選んでおけば安定とならないところにファイアーエンブレム風化月の奥深さが垣間見えると言える。最初に話した通り、どのステータスの成長率も平均的で、苦手技能がないことから極論何をやらせてもある程度活躍してくれるという長所を持っている。しかし逆にどれをやらせても誰かの劣化になりやすい短所も合わせ持っている。ならどうすりゃいいんだよ、さっさと結論言えよこのクソ雑魚ドブ声野郎と言いたいだろうが、まあ待ってくれ。先ほども言ったが何でもできる。しかし魔法運用をしようと思うと覚える魔法が弱い。ということで魔法運用は辛い。ならどうすればいいか。主人公ならではの長所を使います。そう、男か女かを選べるという長所を使います。つまりベレットを選んだなら最終目標は大マスターを目指しましょう。男性ユニットだけがなれる最上級兵種。成長率補正も申し分なく、得意技能格闘も兵種スキル格闘の達人で活かせます。男主人公ベレットを育てるなら剣も使いつつ剣士からブリガンド、そしてグラップラーになり最終的にウォーマスターの流れで目指していきます。ウォーマスターを目指す途中で余裕があるならばアーチャーとニルバーナをマスターしておきます。ダウンロードコンテンツありならバトルモンクの格闘回避パラ20もあると便利です。しかしこれはあくまでベレットの能力を効率的に使うならという結論であり、ファイアーエンブレム風化出月の魅力はキャラクター育成のカスタマイズの幅広さであり、早い話が酷評はしたものの別にニルバーナでもクリアはできるので、好きな兵士を目指して楽しむのもファイアーエンブレム風化出月の醍醐味でしょう。一応ニルバーナや他の兵士を目指す場合でもベレットを使うなら剣士をマスターして速さプラス2を取るか、戦士をマスターして力プラス2を取るかは好みで選ぶといいが、エピソード4で出てくる死神騎士を倒すなら念のため速さプラス2を取っておいた方がいいだろう。そしてブリガンドをマスターして手に入れる鬼人の一撃と、正直僕自身はそこまで重要とは思っていませんが、アーチャーをマスターして手に入れる命中プラス20もあると安定した強さを手に入れられます。特に物理方面の兵士を目指すなら鬼人の一撃は確実に入手しておきたい強スキルである。またベレットを使っていく中でベレットの速さの成長が芳しくないときはソードマスターかアサシンで速さの底上げを狙いましょう。ということでいかがだったでしょうか。ベレットならこうした方がいいとか、他にもアドバイスや意見があるならぜひコメントの方をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。